どうも、チャンネル隊長の隊長です。今回は最初のランチア入れたら2回目になるボディ製作やってみたいと思います。前回のね、ランチアで、初めてで不慣れな点がたくさん多く、いろいろあったんですけど、あれから私、ラジコンスキルは、あの時と比べては知識とかついたんで、リベンジじゃないですけど、やってみたいと思います。というわけで今回ね僕が作っていく車両はこちらトヨタ 86ZN6 ですね。 GR86 になる前の86の、しかもこれ前期だね。ドリフトステージ D リンクっていうところのボディです。ちょっと開けていこう。おお、こちらでございます。もちろんまだ塗装前なんでしっかりシルエットわからないんだけど、よーく見ていただくとね分かるようにオーバーフェンダーです。D リンクさんは他にもいろんなねこのボディを販売していらっしゃる会社さんで、 RX7 シルビアだらけだ。マーク X もあるの。レクサス GS、 うわいいなー。これ8もあるし7もあるわ。うわ、しかもこれあれだ、86のコンセプト車両もありますね。懐かしい。2009年とか2010年に86が FT86 っていう名前だったんだよね。確か東京モーターショーかなんかで発表されてね、当時ね車好きの友達はみんな興奮してたのを覚えてます。でもその時僕車全然興味なかったんで、へえぐらいだったんですけど、人って変わりますね本当に。リアバンパーですね。これ色分けできるんだね。リアバンパーはいらん。ステッカーついてます。こちらがマスキングですね。マスキングがあるのありがたいですね。というわけで脱脂してその後塗装をやっていきたいと思います。今回はこちらタミヤカラーのですねブライトガンメタルというカラーで塗っていきたいと思います。あれ、思ってた塗料と違うぞ。ちょっと色ミスったかもしれないな。それでは塗っていきたいと思います。マスキングシールをカットすることができました。それではこちらに貼っていきたいと思います。これ1枚でいくの難しかったらこれもう半分に切って半分でやるっていうのもありですね。ライト大変そうだなこれ。ライトしんど。マスキングテープが貼れたので塗装していきます。ポリカ用の塗料でございます。前回ねポリカ用じゃなかったみたいでね。でしかもねこれ今回ちゃんとね成長した切り出す前です。はい、前回これ切り出してから塗装しちゃったせいでねなんか変な感じになっちゃったんだよ。はい、というわけでやっていきます。もうめっちゃ綺麗になりたいから今回あんな前みたいにドバドバやんないから、ついたかついてないかぐらいをひたすら。一旦待機。塗装してから1日乾かしました。はい、パッと見た感じは結構綺麗に塗れてる感じですね。めちゃめちゃシルバーですね。なんかもうちょっと暗い色を想像したんですけど、こう明るくなってしまいました。いいや、とりあえずこれカットしていきたいと思います。もうカットが苦手すぎるんだよな。ボディがねいい感じにできたので乗せたいと思いますが、今ね僕が GRK で使ってるこのボディのこのマグネットマウントちょっとね位置低いんですよね。なんでねもう完全にタイヤ干渉しまくりのもうこれは良くないという、見た目はかっこいいんですけどね、見た目は非常にかっこいいんだけどちょっとね高い位置につけたいなということで、今回僕がこのアリエクで買ったよくわからんこのマグネットポスト、これをね取り付けていきたいと思います。とりあえず家に転がっとったなんかポストに使えそうなものをいろんなもん駆使して作りました。多分これでよっぽど高さいいと思うんだけどね。じゃあ乗せてみます。めっちゃいいやん。ちょっと高いけど後ろ側がねこれ以上下げれないんですよね。フロントもうちょっと下げようかな。フロントもうちょい、フロント 5mm ぐらい下げよう。これ汎用のねマグネットポストなんですけど、これ見てください。ゲージがついてるんで調整しやすいんですよね。これ見て 5mm 下げよう。めっちゃいいやん。いいねいいね、いいよいいよ。ちょっと位置がセンターこの辺りだね。でこれもここだね。めっちゃタイヤ外で取るけどいい感じです。いいねいいねいいね。フロントが下がるとちょっと当たるぐらいですけど、でこれにさらにね 3mm ねマグネットくるんでよっぽど大丈夫かな。というわけでマグネットつけていきます。でこうで、そしたらこれに秘密道具を使います。はい、こちらシューグー、靴直すね補修剤なんですけど、
これラジコンやる人の間ではね、これラジコンパーツという認識でいるアイテムです。どういうのに使うかっていうと、まさにこういうマグネットですね。これをボディにつけるときに使います。今マグネットついてます。そこにペタリペタリと、その上からボディを帯びて固めると、マグネットのこっち側がボディ側にきちんと貼り付いてくれるといった、そういうアイテムです。それ以外にもね、なんかボディの補強に使ったりとか、ラジコンの民はこれで靴直すことはない。これでラジコンカスタムする。じゃあやってみましょう。つけすぎた。どれぐらいつけていいのか分かんないんだよね。で、シューグーをつけたマグネット、その上にここ慎重にやらんとマジ変な場所についちゃうからね。極力センター合わせ。いい感じですね。シューグーが固まるのを待ちたいと思います。はい、それではね、ボディ乗せてみたいと思います。よいしょ。いいね、しっかりつきますね。ちゃんとこのサスペンションもついてくるぐらいしっかりマグネットで止まってます。どうかな。ハンドル切ります。フロントちょっと当たりますね。後ろはもうこれダメだダメですねこれ。反対側もそりゃそうだよね。これダメだこれガレージ新見の新見さんにちょっと調整してもらってね、今めちゃくちゃ状態いいんですよね。だからあんまり触りたくないんですよ、足回り。なのでボディ切ります。むちゃくちゃえぐりました。でもこれでね、全切りいけるね。めちゃめちゃタイヤハウスでかくなったけど、反対側もバッチリですね。いいねいいね。いいね。めちゃめちゃいい。めっちゃいい、調子いい。お次はヘッドライト、テールランプをつけていきたいんですけど、これすごいね86のキメラや後ろに貼り付けるといった感じですね。とりあえず切っていきます。こういうこと、このレンズ内のねヘッドライトのところにシールを貼っていくって感じですね。なんか微妙なんですよね。ヘッドライトとテールランプを塗りました。でこれをねここに入れると、じゃん。いいねいいねいいね。で人って欲深き生き物だからさ、ライトつけたらさ、やっぱライトつけたくなるんですよね。赤と白の LED でございます。もうねわかるよね。そう、ヘッドライトとテールランプ、これをつけたいと思います。この付属のこのネジをここに埋め込む。きたよっしゃ。いいね。でちょっと線を整えてこう通して、よし OK。 こういうことだね。じゃあ残り3つやっていきたいと思います。取り付けてる時にちょっと塗料が剥がれちゃったんで、もう一回塗料を塗ってね今待ってるんですけど、その間にちょっと私思いました。グリルね、このシールを貼るんですけど、なんかせっかくヘッドライトも光るんだったらね、やっぱここもちょっと再現度高くしてえなということで、ドリシャといったらやっぱりそうだよね、インタークーラーだよね。インタークーラーつけたいと思います。今から 3D プリンターで印刷します。インタークーラーできた。結構クオリティ高いかも。これ塗装してみたいと思います。はい、こちら印刷して塗装したインタークーラーです。これをこの中にぶち込みたい。お口をくり抜きました。ではそこに 3D プリンターで印刷したインタークーラーを、かっこいいマジでかっこいいわ。あり。ただね、ここくり抜いたことによって強度がないんだわ。よほど大丈夫だと思うけど、ちょっと故障というかグネグネになってね、ちょっと見た目良くないんで、マグネットつける時に使ったこのシューグーね、これを塗って強度出したいと思います。これさすが靴の補修剤、めちゃくちゃ強い。ここにもちょっとシューッと、ここも塗っちゃう。ここもこれでシューグーでいっちゃう。もう固まり始めてる。早っ。これでしばらく待ちます。
うわー、できてる。マフラーできましたすごっ。タミヤカラーのアルミシルバーで打っていきたいと思います。おお、できた。ちょっといびつにしちゃったけど句ができました。いのができたかっこいい。できました。なかなかね、この実写だったらあまり少ないドリシャで4本出しマフラーっていうね、そしてこの絶対に車検通らんこのウイングたまらんですね。ボディにウイングがついてるんですけど、マフラーはもうここに置いてあるだけなんで簡単に外せます。だけどこれをつけるとこのようにここがストッパーになってくれて落ちてくることがないと。それではこれで実際に走らせてみたいと思います。お、いいですね動作。おお、いいねいいねいいね。おお、めっちゃいい。やっぱね、お尻が重たいんでね、ちょっと操作感がね少し変わりましたね。悪くはないんだけどね。あ、でもなんかお尻振った時の旋回性は上がりましたね。うん、いいね。ぶつけても GT ウィングはビクともしません。もう超頑丈につけたからね。これ M2 のネジ3本で止まってます。だから外したい時は普通にネジ外せば簡単に外せるんで、そういった整備性もね考えて作ってます。あ、全然慣れたらむしろ操作しやすいまである。ちょっと傾けるだけでお尻から出て、こうお尻がこうやって出てくれるんでね。ほら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 、簡単にお尻出てくる。やっぱね、エンジン音欲しいですよね。ということで、はい、こちら、前回、初代ドリパケに取り付けた、センスイノベーションの ESS1、これを移植したいと思います。端子の種類がね、これ違うんですよね。なので、もうこれ直接ね、もうこっちにハンダ付けしたいと思います。いきます。いいねいいね。いきます。かっこいい。
いや長かった。動画にしたら多分ね10分、いやもうちょっといいかな、15分ぐらいの動画になるかなと思うんだけど、実質これ作るのにガチ1週間かかりました。素人がラジコンボディ作るっていう動画にする予定だったんですけど、気づいたらなんかいろいろカスタムしちゃってね、なんかラジコンカスタム動画みたいな感じになっちゃったんですけど、やりたかったことは大体できたんで、良かったかなと思います。あとはね練習して上手くなる、それだけかなと思います。今回制作と改造にかかった費用なんですけど、ボディがまずこれが6000円、塗料が560円、こちら 3D プリンターで印刷した部品、ウィング、マフラー、このウィングを取り付けるためのステこれが多分300円ぐらいかなと、それに塗装でかかった塗料がだいたい1000円いかないぐらいですね。それでできました。 LED がこれがアリエクでね700円ぐらいです。 ESS ね、これはもともと持っとったやつを載せ替えたんですけど、一応ね概要欄にも載せてるんですけど、だいたいこれがね1万円ぐらいしますね。1万円は ESS が一番高いんだよということで、今回ね本当になんかいろいろ自由にやらせてもらったんですけど、次は久しぶりに、お久しぶりのランチアちゃん。このランチアの動画のコメントにもねたくさんご指摘いただいたんですけど、なんかギアおかしくないですかってね、僕時これが正しいと思ってたんで特に気にかけてなかったんですけど、やっぱりねいろんなラジコン触っていくうちに分かってきました。ちょっとおかしいですこれ。なのでランチアを直して、さらにもっとねオフロードをね駆け抜けれるようなマシンに改造したいと思います。それと、どっちが先になるか分かんないけど、現行ドリパケね、あれも改造したいと思います。あちらはね1万円でどこまでカスタムできるか企画をやりたいなと思ってますので、ぜひラジコン企画も楽しみだよという方はチャンネル登録して楽しみにお待ちください。ラジコンでこういうことやってくださいとかあったらコメント残してください。それとまだフルが売ってます。はやぶさの方はちょっと今商談入ってます。悩まれてる方はぜひ、動画の概要欄にフォームあるんでチェックしてみてください。じゃあ